しかし物事の真意を見極める程度のことはできるつもりじゃ。あの時茶化した自分が今となっては。駐屯兵団司令官ピクシス、検定団師団長ナイル・ドック、この二人にも求めたがいる。調査兵団団長エルヴィン・スミス、彼が北欧神話の最高神オーディンの末期の姿なら、ピクシスとナイルはオーディンの兄弟、ビリとベ。ビリは平和もしくは意志、ベイは悲しみという意味。ということは意志が強そうなピクシス司令がビリで、悲しんでいるベイがナイル師団長。ビリとベイはオーディンと共に原初の巨人ユミルを殺し、ユミルの遺体で世界を作り上げる。そして離れで見つけた日本の幽谷を旧世界の人間の祖アスクとエブブラに変える。オーディンは命を、ビリは知性を、ベイは言葉と感覚を与えた。ピクシスが知性を与えたってのはわかる気がする。司令、ここまで僕たちを導いてくれたのはあなたです。ナイルのはどう判断すればいいんだ。言葉と感覚って難しいよね。ナイルは進撃ではなんだか頼りないけど、それでも常識人の感覚を持っているように描かれている。女王には相手を選ぶ権利がある。子供ば来る場所じゃない。家に帰るんだ。あの混乱の時代にあってもナイル師団長はずっと常識人だったよね。そう、ナイルは言葉で人々に人間らしい普通の感覚を伝えている。ショートストーリーズにはこんなエピソードもある。エルヴィンが代筆したナイルからマリー宛ての恋文をハンジが目ざとく見つける。エルヴィン団長はマリーのことが好きだったんだよね。けれどもエルヴィンは夢のためにマリーを諦め調査兵団に入り、ナイルはマリーのために検定団に入り、人間に言葉を与える立場のナイルがエルヴィンに単語を選ばす手紙を書かせる。これは一見エルヴィンの方がナイルに言葉を与えているように見えるけれども、逆にナイルがエルヴィンに諦めた気持ちの語源化という機会を与えたことになる。もしかしたらこの代筆という行為がエルヴィン団長の気持ちの整理をさせていたのかもしれないね。さて、そんなオーディンの弟ビリとベ、その後はほとんど活躍しないのだが、一つだけ事件を起こす。オーディンには女神フイップという妻がいたのだが、オーディンが帰ってこなくなってしまった際に、この弟たちはオーディンの財産と妻を二人がものとしたんだ。もしかしてナイルがマリーを奪ったってことか。そうも考えられるのだけれども、違うのかもしれない。進撃の巨人にはこの女神フイップが出てくるんだ。誰だろう。エルヴィン団長ともピクシス司令ともナイル師団長とも関係を持った女性だよね。実はオーディンの青年期はエルヴィンではなくて初代フリッツ王が担っているんだ。だから王家そのものもオーディンなんだ。誰だろう。王家ともピクシス司令ともナイル師団長とも関係を持った女性だよね。女性じゃないんだ。女性じゃない。次回エルヴィンと王家のぶっ壊れ妻ダリス・ザックへ。次回こそついに海の巨人登場。